こんにちは。チャンネルナビゲーターのひかりです。空です。今日はゆりジャンル誕生の原点について、その当時大ヒットした音楽をバックにお話しするよ。ゆりジャンルって今では漫画やアニメの中でも人気があるけど、その起源は結構古いんだよね。そうなの。その時代背景も一緒に見ていきたいから、ちょっとだけ歴史っぽい話をするよ。ゆりジャンルの起源を探ると、1913年に組織された宝塚唱歌隊まで遡ることができるんだ。第一次世界大戦が始まる1年前の話で、時代としては大正時代だよ。あ、宝塚唱歌隊は聞いたことあったけど、そんなに昔のことなのね。そして戦争が終わった翌年、1919年に宝塚音楽歌劇学校が設立されて、宝塚少女歌劇団が誕生したんだ。今の宝塚歌劇の始まりだよね。阪急電鉄の創業者である小林一三氏が作ったんだよね。彼が地元の観光地化を進めるためにこのアイデアを思いついたって聞いたことあるよ。そうそう。当時は宝塚だけでなく、温泉地などでの催し物で客寄せとして各地で少女たちの歌劇団を設立するのが流行ってたみたい。まだまだ男性社会の世の中で、レジャーも当然男性中心。男役を自分よりかっこいい男性がするより、綺麗で可愛い少女がした方がお客さんは喜ぶものね。え、そうなの？女性の立場から聞けばなんだか複雑ね。そうだよね。ちょっと複雑。でもそんな世の中だったからゆりが生まれたのかもしれないよね。あ、しかも1919年といえば大正デモクラシーの真っ只中じゃない？そうだね。大正デモクラシーは日本で民主主義が芽生えた一連の運動、風潮のことを言うんだけど、その一部では当時短歌や文学などで有名だった女性たちが女性の生き方をめぐって大論争を繰り広げていたの。そんな中、翌年の1920年、吉谷信子氏の「花物語」という作品が大ヒットしたんだ。これは日本のゆり創作物の始まりとも言えるよね。吉谷信子氏が描いたのは男性の存在しない友愛関係だったの。これを S と呼んで、一種の姉妹的な愛情で高貴で高尚なものとして描かれた。つまり内面的な結びつきを重視し、男性との性愛のような肉体の結びつきを必要としない関係性を描いたの。これはその時代の女性たちにとっては未知で恐ろしい性交、つまりセックスね、を必要としない関係性として美しく甘美に捉えられていたようなのよ。それが現実世界でも S 的な関係を築くことがちょっとしたブームになったみたいだね。男性主権の過程に縛られる少女たちの束の間の自由と反抗が S という秘めた関係性として受け入れられたみたい。しかしこの関係はあくまで一時的なもので、恋愛をすることが許されていなかった女学生たちがその乙女心を満たすための偽物の恋愛に過ぎなかったとも言えるよ。ちなみに S は肉体を伴わない高貴な関係で、レズビアンとは明確に差別化されていたみたいなの。レズビアンは肉欲と性愛を伴うものね。そうなんだ。空は肉欲と性愛を伴ってるんだ。うふふ。何言ってるの。そんなの光だってそうでしょ。そうだよ。だって空とだったらキスだってしたいし、その先だってしたい。空だってしたいでしょ。今回の話はここまでかな。それじゃあちょっと仕方しないでよ。私知ってるんだからね。この前私が寝てる時に胸まさぐってきたでしょ。何言ってんの。今関係ないじゃん。てかその変語やめろ。前も言ったけど。うふふ。後でたっぷりお仕置きしてあげるからね。もうまとめに入るよ。重要なのは以下の4つ。1、宝塚少女歌劇団の設立が女性だけの舞台を提供し、後のゆりジャンルの基礎を築いた。2、吉谷信子氏の花物語がゆりジャンルの進化に一層貢献。特に男性の存在しない友愛関係 S の描写は以後のゆりジャンルの発展において重要。3、S は肉体を伴わない高貴な関係として描かれ、これが女性同性愛のレズビアンとは明確に区別された。4、この
S は少女たちの反抗と自由を象徴し、ゆり文化のさらなる発展のきっかけとなった。しかしこれは一時的な疑似恋愛であり、女学生たちが乙女心を満たすためのものだった。ちなみに当時を舞台としたゆり漫画は三好古町市のゆりかごの乙女たちなどがあるね。これらの漫画のレビューはまた別の機会にする予定だよ。では次回は戦後ゆりジャンルがどのように進化発展していったのかを話していくよ。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。リリラジ